金色の不思議な像がある場所に来ました。わかる人なら、これだけでどこかわかると思います。わかる人がわからなかったらびっくりだよね。そういう意味ではないんですが、巨大なビーチパラソルみたいなのがあるここはどこ？今日来たのは広島駅です。広島といえば、お好み焼き。今日はお好み焼き屋さん巡りかな？残念。今日はちょっと違う場所に行きます。目的地は広島駅から山陽本線で約20分の場所です。これだけで、電車好きの人ならピンとくるかもしれません。全然わからない。電車に揺られて着いたこの場所は、JR 瀬野駅です。駅の雰囲気だと何かあるように思えないけど、観光地の最寄り駅なの？ある意味、観光地と言える場所かもしれません。スカイレール、緑口駅？そうです。これが今回の目的のスカイレールです。スカイレールって何？名前だけだと、この前の尾道空中散歩みたいな印象だけど、しかも、ジェットコースターみたいなのが見えてるし。これはジェットコースターではなく、ちゃんとした交通機関です。令和6年、2024年4月30日に運行を終了してしまうので、乗りに来ました。スカイレールの代替として、EV バスが運行することになっています。スカイレールがなくなる代わりに EV バスってことは、スカイレールは大事な交通手段になってるってことだよね？スカイレールがあるのは、広島県広島市秋区、JR 瀬野駅で乗り換えになります。住宅団地、スカイレールタウン緑坂への交通手段として、平成10年、1998年に開通しました。懸垂式モノレールとロープウェイを組み合わせたような交通システムだそうです。運営してるのは、スカイレールサービス株式会社。スカイレールのために設立された会社かな？スカイレールの詳しい構造はわかりませんが、これで動かしているような気がします。奥に見えるのが、自動券売機です。自動販売機が多いね。撮影マナーが貼ってあるので、撮影する場合はこれを守りましょう。こういうのがあるとわかりやすくていいね。スカイレールはこのような乗り物です。ちょっとしたアトラクションな雰囲気があります。日常的に使うには、不思議な乗り物に思えるね。スカイレールは、駅間ではワイヤーロープ、駅構内ではリニアモーターで駆動するという、少し変わった交通システムです。あんな高いところに家があると、こういう乗り物が必要になるね。通勤通学で、毎日歩くのは無理。さあ、スカイレールに乗り込んでみましょう。通勤通学って雰囲気じゃないね。観光地に来た気分。単なる移動手段だけでなく、景色を楽しむ乗り物という感じがありますね。住民のための交通手段だから、観光客がたくさん来たら迷惑だろうね。ドアが閉まり、発車します。運行終了が近くなって、乗りに来る人が多くなったからなのか、この日は警備員さんが乗っていました。なかなか面白い。乗り物好きなら、一度は乗った方が良さそうな気がする。もうすぐなくなってしまうのが残念ですね。住宅地の真ん中を通ってるんだね。それもかなり高いところ。すごいところに住宅地を作ったんだね。瀬野駅までの交通手段が必要なのがよくわかりますね。なかなかの急カーブ。ロープウェイ方式だから、急カーブが実現できたみたいです。おそらく、スカイレールタウン緑坂を作るときに、いろんな交通手段を検討したんだと思います。その中で、一番いいとされたのが、このスカイレールだったのでしょうね。そのスカイレールが廃止になるのは、なぜなんだろう？赤字が原因だそうです。スカイレールの方式は世界唯一だそうで、高コストになってしまうようです。この方式が普及すれば量産効果でコストダウンできたんでしょうけど、ここだけだと修理とかの維持費が高くなってしまうんだと思います。走行しているうちに、唯一の途中駅、緑中町駅に到着しました。次が終点です。3駅しかないんだね。スカイレールの車窓から、スカイレールの軌道が見えます。かなりの急カーブになってることがわかると思います。そして、スカイレールの代替となる EV バスが追い抜いていきます。スカイレールの方が速度が遅いんだね。うわ、すごい高い。瀬野駅と住宅街の高低差は160メートルあるそうです。この急勾配を鉄道が走るのは無理で、モノレールだと過剰になるということで、ロープウェイ方式のスカイレールになったということのようです。駅構内がリニア駆動になってるのは、発進停止をスムーズにするためという話です。この住宅地の開発には、いろんなドラマがありそうだね。やっぱり、旅行はいろいろ知った上で来る方が楽しめるね。現地に行かないとわからないこともあるから、調べながらの観光というのも良さそうですね。そろそろ終点の緑中央駅に着きます。あっという間だったね。スカイレールは全長 1.3km、所要時間は5分です。
短い距離だけど、住民にとっては大事な交通手段だよね。本当は令和5年、2023年12月末に運行終了の予定だったみたいですが、大体の EV バスの認可が下りなくて、延期になったという経緯があります。ホームの窓から見える景色は、観光用の乗り物みたいだね。使用済みの乗車券を回収箱に入れるという、ちょっと珍しいシステムになっています。乗車券は QR コードで、大人片道170円です。ちなみに、IC 乗車券、QR コードの乗車券の日本初導入は、スカイレールだそうです。それは意外だね。IC 乗車券は定期券のみとのことです。駅の外に出てきました。この建物も取り壊されてしまうんでしょうか？何年後かに、スカイレールの跡地巡りをしてみるのも面白そうだね。さらに上に住宅が続いています。どこまで続いてるか気になりますが、今回はここまでにして戻ろうと思います。ちょっと大変だけど、スカイレールを下から見ながら、歩いて瀬野駅へ。緑中央駅の横には、EV バスの車庫がありました。駅からすぐに山になるので、ここが駐車場になったんだと思います。ここが緑中央のバス停でしょうか？バスの駐車場の反対側から降りていきます。ちょうど下りのスカイレールが出発したところだね。あれに乗ったら、5分で瀬野駅。桜は満開までまだまだかな。満開になってくれてたらよかったんですけどね。緑中央駅の反対側の正面、すごく高いところをスカイレールが通ってるのがわかるね。ちょっと柱が細いような気がするのは、ロープウェイ方式で軽いからかな。スカイレールに沿っていくと、そこは公園になっています。スカイレールの横に道が並走しててもいいような気もしますが、勾配が急になりすぎるから公園にしたんでしょうか？確か、この先に急勾配があったよね。中学校の美術部の作品みたいだけど、何かのキャラクターかな？持ってるバッグはスカイレールになってるみたい。スカイレールは、この住宅地のシンボルみたいな感じなのかもしれませんね。ここからがかなりの急勾配。車で登るとしても、大変そうなくらいだね。手前にスカイレール、奥にもスカイレール。すごい光景だね。システムとしては、最短で75秒間隔の運行ができるようなので、全力を出したスカイレールは圧巻かもしれませんね。そんな世界線も見てみたかったな。遠くに緑口駅が見えます。直線距離ではそんなに離れていないようですね。Google マップで調べたところ、緑口駅から緑中央駅までは、直線距離で 1.1km となっていました。時速 1.1km で行ったら、1時間かかる距離だね。上りのスカイレールがやってきました。聞こえなかったのかな？時速 1.1km だと、1時間かかる距離だね。スカイレールの平均時速は15キロだそうです。バスルートの制限速度はわかりませんが、時速15キロ以下ということはないでしょうから、スカイレールがバスに抜かされていくのは当然のことのようです。スカイレールに沿って降りていきます。急勾配、急カーブなのがわかります。スカイレールに見とれていると、階段から転げ落ちそうなので、注意が必要です。ちゃんと足元を見ましょう。空が青。それはちょっとやめておきましょう。ここに道路があったとしても、途中で止まってしまう車も出てきそう。道路の勾配は、道路構造例によって全国一律で最大 12% となってるようなので、ここに道路を通すことはできないということでしょうね。ちなみに、長崎市は条例で 17% まで引き上げてるそうです。長崎は坂の町だからね。EV バスが通過してく。スカイレールから EV バスに変わって、利便性はどうなるんだろう？雨の日に待ってることだけを考えたら、スカイレールの方がいいと思います。傘をささなくても、濡れずに待てますからね。何かくるくる回ってる。ワイヤーロープ関係のものでしょうね。行きに緑口駅で見たやつが、このワイヤーを動かしてるんだと思います。ああ、あれね。緑中町駅が見えてきました。全く時間を見ないでここまで来たので、どれくらいかかったかわかりませんが、ここが中間だと考えると、毎日の上り下りは大変すぎますね。運動部の高校生は、顧問の先生から、ダッシュで帰れ、とか言われてたりして。ここを毎日上り下りするだけで、かなり鍛えられそうですよね。まあ、僕たちはロボットだから、鍛えられるどころか、部品の寿命を短くするだけのような気もするけどね。そう考えると、人間とか動物のシステムはすごいですよね。使えば使うほど、強くなっていくというのは、僕たちロボットではありえませんから。その代わり、パーツ交換で強化できるのが強みだね。機械仲間のスカイレールは、パーツ交換費用とかの問題もあって、廃止になるんでしょうね。
僕たちも費用が足りなくなったら、壊れて動かなくなって、していくしかないんだよね。暗い話はこのくらいにしましょう。スカイレールの急カーブが見えています。ここが一番の急カーブでしょうか？いつまでこの急カーブを見られるんだろう？駅の建物は再利用できるかもしれないけど、スカイレールの軌道は再利用できないから、取り壊されるんだろうか？そのままにしてて倒れたら大変ですからね。解体工事にも多額の費用がかかりそうなので、どうするんでしょうか？スカイレールが解体されて、あったことが忘れ去られた頃、不思議な構造の道が残って、これってなんだろうね？なんて話になるかもしれないね。数十年後、今ここに住んでる子供たちが、自分の子供や孫にスカイレールの話をしてるかもしれませんね。想像すると、少し寂しくなるけど、所用無常って言うからね。気温少女の鐘の声、所用無常の響きあり。サラ宗樹の花の色、少女必須の断りを表す、平家物語だね。サラ宗樹の読み方は、シャラ宗樹と習った気がしますが、サラ宗樹が正しいという情報もありました。読み方を調べると、サラ宗樹もシャラ宗樹も出てきました。平家物語的にはどっちが正解なんだろう？日本人なら暗記してる人も多いと思いますが、それぞれの意味をしっかりとわかってる人は少ないような気がします。僕もしっかりとはわかってないので調べてみましたが、解説が長かったので、ここでまとめるのは諦めました。とりあえず、仏教関係の話ってことだよね。所用無常は、すべてのものは絶えず変化している、というような意味です。スカイレールをたどる工程も半分を過ぎ、少しずつ終わりが近づいてきています。そういえば、ここまでお店とかを見てないような。ここに住んでる人たちは、どこで買い物してるんだろう？買い物を考えると、スカイレールを使うより車の方が便利そうですね。近くにあれば徒歩とか、電動自転車とかでいいかもしれませんが、お店が近くにないとしたら、車で買い込む感じになりそうですし。スカイレールの終点、緑口駅が見えてきた。そして、スーパーらしきものを発見。みんなここで買い物してるのかな？ちょっと見えにくいけど、正直ってお店みたい。トマトがあるから、やっぱりスーパーのはず。ここでお米を買って、緑中央駅までスカイレールで帰るのは大変そうです。徒歩はもっと大変なので、やっぱり車でしょうか？この高低差だと、スカイレールがどんなに便利でも、重いものを買うなら車を使いたくなるよね。ここから駅まで一直線。スキージャンプのジャンプ台にも見えてきました。緑中央駅では、EV バスが待機中。EV バスが出発しました。木で隠れて見えない道を通るようです。あそこに道があったんだね。このまま降りていったら、あの辺に行くのかな？そんな気がしますね。そろそろスカイレールも出発する時間です。スカイレールの時間に合わせて、EV バスの時間を設定してるのかもね。スカイレールの代わりだから、そういう配慮はありそうですね。あれは緑口駅行きの EV バスかな。さっきのバスだとしたら早すぎると思うので、きっとそうでしょうね。道路を通る関係で遠回りになってるから、緑口駅から緑中央駅まではスカイレールの方が早そうだね。電車からの乗り換えも、屋根の下を通っていけるから便利だし。スカイレールが出発しました。速度は遅いけど、緑中央駅にはさっきのバスより先に着くと思われます。やっぱり観光地にあるような乗り物に見えるね。これを通勤通学で使ってたら、ちょっとした自慢になりそう。スカイレールの存在を知らない人に、毎日ロープウェイ乗ってるんだぜって言ったら、どんな反応するのかな？はてな？という感じになりそうですね。そんな話ができるのももう少しで終わり。令和6年、2024年5月1日からは、スカイレールに乗ることができなくなる。スカイレールの最後の運行は4月30日です。終電まで運行するわけではないので、最終便を見たい人は気をつけてください。最終便は、緑口駅発が令和6年、2024年4月30日の12時となっています。緑中央駅発も同じ日の12時が最終便です。緑口駅と緑中央駅の間は5分だから、運行終了は令和6年、2024年4月30日の12時5分ってことだね。先に緑口駅を出た EV バスが遅れて通過していきます。調べてみたら、緑口駅、JR 瀬野駅と、緑中央駅間の所要時間は、スカイレールと EV バスで、そんなに変わらないみたいです。ちょっと意外だね。JR 瀬野駅北口から緑中央まで5分です。やっと下山。あそこにいるのは、さっき降りてった EV バスかな？ちょうどスカイレールも到着しました。
下りの方が筋肉を使うって聞いたことがあるけど、上りを徒歩にしなくてよかった。ロボットには筋肉はないけど、最後はこれだけ急な階段を降りてきました。登りたくないというのが正直な感想です。運動部だったらダッシュで駆け上がると、鍛えられるかもしれない。ダッシュしてるかはわかりませんが、鍛えるために徒歩で登り降りしてる人もいるかもしれませんね。もう少しで緑口駅に到着。本当はこのまま帰る予定だったけど、EV バスの運行が始まってたから、EV バスに乗って緑中央駅まで行ってみようと思う。EV バスが始動。これに乗って緑中央駅まで行きます。料金は200円と、少し高くなります。全区間一律料金です。JR 瀬野駅北口行きのバスバス路線は4系統あるようで、そのうちの一つが、JR 瀬野駅北口から JR 瀬野駅北口の循環便になっています。他は、緑中央から JR 瀬野駅北口までの下り便、JR 瀬野駅北口から瀬野西5丁目南までの上り便、緑中央から緑中町を経由して JR 瀬野駅北口に行く、急行便です。途中にバス停があるから、スカイレールの駅から離れてる人は便利になりそうだね。そうですね。急行便はスカイレールの駅のところに止まるので、スカイレールみたいな使い方もできますね。ここでスカイレールの下を通過。運よくスカイレールが通ってくれた。急行便は平日のみで、緑中央から JR 瀬野駅北口まで6分だそうです。それ以外は11分となっていました。全体の利益という意味では、EV バスの方が良さそうだけどね。これなら最初からバスにしても良かったんじゃないかなという疑問も出てくるけど、住宅地開発時にバス案が出たのか気になってくる。いろんな思惑が絡んでたりするでしょうし、あまり突っ込まない方がいいかもしれませんね。スカイレールとほぼ一緒に、緑中町駅に到着。これは、さっき見たやつかなスカイレールとバスルートが交差したところから緑中町駅までは、どちらもあまり変わらない時間で着くということですね。緑中町を出発。ここを歩いた時、バス停に気づかなかったのは秘密。スカイレールと並走する区間です。令和6年、2024年4月30日までは、スカイレールと EV バスの両方を見ることができます。両方を同時に見たいなら、今すぐ緑中町駅に向かいましょう。この動画が出てからだと、何日かしかないから、行ける人は限られそう。間に合わなくても、同じような動画がたくさんあると思うので、YouTube で検索して、いろんな動画を見てくださいね。実は、ここまで来たのはスカイレール動画を見たからだしね。名前出していいかわからないから出さないけど、有名なチャンネルみたいだから、スカイレールで検索すると出てくると思う。映っていませんが、この辺でスカイレールと交差します。下に見えるのが、広島市立緑坂小学校です。山の中腹にある小学校って感じだね。通うのも大変そう。体力はつきそうですけどね。次は緑中央って言ってたね。このまま乗ってても瀬野駅に戻れるけど、せっかくなので下りはスカイレールにしましょうか。運行終了までに来ることはなさそうだから、下りも楽しまないとね。今更ですが、このチャンネルと僕たちについて説明します。僕の名前はスクッチです。僕はヤッチ。二人二体で日本中を旅して回ってる旅ロボ。このチャンネルでは、僕たちが旅したところを紹介しています。緑中央駅が見えてきた。ここで降ります。今日はスカイレールを十分に楽しめました。大体の EV バスに乗れたのも、運が良かったと思います。スカイレールの最終便は令和6年、2024年4月30日の12時発です。広島観光ついでに乗りに来るのもいいと思います。それでは、今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。